今回、サンプルに作りましたこの 3D モデルにつきましては、こちらの方で、操作しやすいように、大きめに、数値を設定してあります。ですので、数字がかなり、大きい場所があるかと思うんですけれども、あくまでこの、見やすいようにと、こちらの方で作業しやすいためにちょっと調整してありますので、そこはご了承いただければと思います。はい。それでは今回は少し手法を変えてペットの洋服を作る際に必要な、採寸の場所と、位置を確認しやすいように動画を撮ってみました。飼われている犬種であったり着用をさせたい動物によって異なるんですけれども、作るアイテムによって最低3箇所で、これ以上、細かいところやデザインによって、数値が必要なところもあるので、そういったところも含めて、ご説明とご紹介ができたらなと思っております。まず、基準となる3箇所の方の長さとして一般的なのは、この背中の部分の長さですね。洋服でいうと着丈になります。今回、事前に線を引いているので、寸法が出やすいようになっています。このデータの場合、全長、背中のところが、557ミリなので、どこからどこまでかっていうと、基本は首の後ろですね。首の長さを測るときの、基本的に人間の首という発想で同じで大丈夫なんですけれども、デザインによってどういった形状の襟にするかによってここの長さは変わるので、今回は一番首の細いところに設定していますけれども、作りたいデザインによってこの襟ぐりの位置は変わるので、あくまで目安だと思ってください。首の一番細いところを今回作って、そのまま背骨に沿うような形で尻尾の付け根ですね、ここまでが一応着丈、背丈という形で測ると、洋服を作る時の基準になります。もう一つは首周りですね。この首の今回一番細いところなんですけれども、この一周ぐるりと回ったところになります。今回首周りは 461mm なので 46.1 センチです。首周りは人間と同じように、これジャストですと多分、ご家庭のペットの、好みにもよると思うんですけれども、やっぱりきついと嫌がる子が多いと思いますので、ここに対しては最低でも2センチぐらい、ゆとりを入れてあげて首から離すということをイメージしてもらえるとスムーズかと思います。そしてこの一番太い胴回りですね。今回は、919mm なので92センチになります。これの基準は基本的に本当に、一番太いところを目安にして測ってもらえればと思います。あくまでも、この基準の線というのは最低限測っておいたら、一定の市販されている服に合わせて間違いなく着れるなとか、伸縮性のある素材だと伸びるので、これよりも必ず、10% から 20% ぐらい小さく作られているものの方がほとんどだと思います。その時にご家庭のペットのサイズが把握できていると、着用できるのかだとか、好みのサイズ感、もしくは嫌がるサイズ感でないかということは事前に測れると思います。この今の3箇所さえ把握しておけば、基本的な、ご家庭のペットの洋服は作りやすいかと思います。で、これ以降の説明する場所は、あったら、デザインによって、便利だと思うところを測っていきます。まずはこちらですね。前丈って言ってもいいと思うんですけれども、この首元から、イメージとしては前足の付け根ですね。前足の付け根の交点ぐらいでイメージしてもらえればと思います。ここが分かると、基本的にこの後、洋服を作る場合、この内側で着用したい場合は、
ここも測っておいたらいいかとは思うんですけれども、まずはこの前丈が分かった上で、例えばこことこの一番ウエストの細いところ、ここまで分かるとお腹側で、着脱しやすいように開閉する場合のパターンのこの長さを決めることができるので、作りたいデザインによってはここの前丈、お腹の下の部分の長さまで測ると、活用できるかと思います。あとは前足の周りですね。人間でいうアームホールになる場所だと認識してもらえれば大丈夫だと思います。こちらは50センチぐらいですね。基本的に、この 3D モデルを分かりやすく説明するためにちょっと大きく作ってあるので、実際にこのサイズのペットというのはなかなかご家庭では見ないかもしれないんですけれども、あくまで、見やすいような位置ということでこちらを認識してもらえればと思います。この前足がついている付け根の部分を測ることで、角度も作りたい洋服によって変わって大丈夫だと思うんですけれども、袖をつける場合はこういったところも必要になります。で、袖をつけたい場合は、足の長さも把握した方がいいと思いますので、最大でこの辺までですかね。前足の長さ。基本的に着用される、ペットの性格にもよると思うんですけれども、あまりにも長いとかくるまっているとちょっと嫌がったりする可能性もあると思いますので、そこは作りたいデザイン、着せてあげたいデザインと皆さんのペットの性格とよく合わせて検討していただければと思います。同じように後ろの足の付け根ですね。こちらも例えば、人間でいうボトムスだったり、サロペットみたいな感じで後ろ足側にパンツと同じようなデザインのアイテムが作りたい場合はこの辺の数字も必要かと思います。で、同じく前足と同じように、そうだな、大体真ん中ですかね、この足の付け根から後ろ足の長さ、この長さが分かっていれば、大体のいわゆるズボンの長さ、ズボンの丈を作ることができるので、ここも把握しておくと便利かと思います。で、あとは尻尾周りですね。尻尾周りもデザインによっては開けてあったり、もしくは普通に後ろ足のこの一番ウエストの細いところですね。細いところ以降は、布がないようなデザインもあるかと思いますが、もし例えばその先ほど言った、ボトムス系のアイテムで、後ろ足には、布をつけたデザインを作りたいけど、どうしてもやっぱり尻尾は嫌がることも多いと思いますので、ここを開けておきたいっていう場合は、この尻尾の付け根の周りも測定しておくと、デザインのパターンを作るときに便利かと思います。合わせて、いわゆるニット素材って言われる、T シャツみたいに伸びる生地ではない場合ですね。いわゆる普通の不白という、カット&ソー、切って縫うアイテムによっては、このいわゆる人間でいうウエストの一番細いところですね。ここも測っておいてあげると、人間でいうところのバストやチェストと呼ばれる一番胸の大きいところと、くびれているウエスト部分の一番細いところ、その間の長さである、背丈で、ここは首までの長さというふうに、人間の体とは多少構造が違いますけれども、考え方は一緒なので、作りたいアイテムや、飼われているペットの可動域、いわゆるその足がどう動くかですね。人間と違って基本的に今ここで設定していますけれども、本来、今回例えば犬の場合はもう少し足の可動域は前足の付け根から来ると思うので、このようなラインで作っても全然不思議じゃないと思います。こういう感じですね。なので作りたいデザインですとか、切り替えと言われるこういった
洋服でいう布と布を継ぎ合わせる、縫い合わせる部分の位置というのは、測定する場所によっても当然調整できますので、今一概にここですよって説明したところはあくまで目安だと思ってもらって、それ以上に自分の作りたいデザインに合わせて必要な測る場所は多少前後しますので、あくまでも今回のこの位置は参考値という形で見てもらって、好みのデザインによって少し調整して測ってもらえたらと思います。特に首周りですね。ここのところにシャツの襟みたいなデザインをつけてもなかなか苦しいと思いますので、少し下げてあげたり、例えばフードをかぶらせる場合も、そうですね、例えば、これぐらいですかね。感覚値ですけれども、ちょっとこのモデルのバランスによってうまく安定してないので、そこは少し後でラインを修正しますが、こんな感じですかね。ちょっと今調整しますね。はい。こんな感じですかね。これぐらい下げてあげて、ここから、フード状のものをつけてあげたりすると、そこまで違和感がないデザインと同時に、ペットの、動きを邪魔しなくても済むかなというふうに思いますので、いろいろとご自身の飼われているペットの性格等々も踏まえて、仲良く楽しく、洋服を作ってもらえる、一つの参考になりましたら嬉しいと思って、今回このような測る測定の位置の動画を作ってみました。それではまた次の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。